日本神話の中で静かに語られてきた一人の女神がいます。その名は、スセリ姫、荒ぶる神、スサノオの娘にして、試練を超えて愛を貫いた一人のヒロイン。彼女の物語は、ただの神話ではありません。父の支配からの解放、大国主との愛と自由の狭間で揺れる葛藤、そして、愛する者と共に歩むための決断。静かに、でも確かに、心を震わせる彼女の生き様は、現代を生きる私たちにも、深いメッセージを残してくれます。その物語の扉が、今、開かれます。ぜひ最後までご覧くださいませ。根戸国、黄泉の気配漂うその地で、スセリ姫は父スサノオと共に平和に暮らしていました。父のスサノオはめちゃくちゃ強く、時にすさぶる神。だが娘のスセリ姫にとっては、優しく、愛情深く、そして孤独な神でもありました。スセリ姫は超美しく、超心優しい姫として知られ、誰もが彼女の微笑みに癒されました。だが、その瞳の奥には、地上の光を知らぬ寂しさが宿っていたのです。父の期待と愛情を一身に受ける中で、彼女は自由と愛という言葉の意味を知らずに育っていったのです。ある日、根の国を訪れた若き神、大国主。彼の目は純粋そのもの、まっすぐで、心には熱き勇気がものすごく宿っていました。スセリ姫は彼を見た瞬間、胸に光が差すようなビビッと強烈な衝撃を感じました。それは、今まで知らなかった感覚の何かだった。父のスサノオに無理難題な試練を課されながらも、傷つきながらも絶対に諦めない彼の姿に、彼女はどんどん心を奪われて夢中になっていく。初めて知る恋のときめき。だがその感情は、父スサノオの目には当然、許されざるものであり、面白くないこととなっていくのでした。そして、火に油を注ぐように大国主への課題がタフになっていくのでした。スサノオは明らかな娘の変化に気づき、大国主に移す抜かしてることに、強烈な怒りと不安を胸に大国主を試す決意をします。蛇の住む部屋、ムカデと蜂の巣の間、炎に包まれたの、常人ならば絶対に命を落とすであろう数々の死地を、大国主は決して逃げずにこれらのイカれたスサノオが課した試練を真面目に最後まで諦めずに進んだのです。心配でならない。スセリ姫は、父のスサノオの目を盗んでは、大国主に助けとなる道具や言葉を授けました。彼女の心は揺れ動く、父への絶大な忠誠と、愛する者を信じたい思いとの間で、スセリ姫の助けにより、全ての試練を乗り越えた大国主は、スサノオに向かい語った。私はあなたの娘を何よりも愛しています。命を懸けても守りたいと願っています。と、スサノオの瞳は静かに揺れた。彼は娘の成長を見、大国主の誠実さに触れ、かつて自分が愛し、守ろうとした命の重みを思い出したのかもしれない。長い沈黙の末、彼はゆっくりと娘のスセリ姫に問いかけた。お前の心はどこにある？スセリ姫は一歩前に出て、大国主の手を取り、そして握りしめ、まっすぐ父のスサノオの目を見つめていった。私の心は、この人のそばにあります。この人に一生ついていく覚悟はできております。スセリ姫は父のスサノオ問いに涙を流しながら答えました。私は父上をものすごく愛しています。けれど私は大国主様と共に人生を歩みたいのです。その言葉には恐れも迷いも全くなかった。スサノオは娘のスセリ姫瞳をじっと見つめ、深く息をつきました。ならば行け。ただし、決して振り返るな。その瞬間、スセリ姫の心には決意の火が灯った。自らの意志で愛する者のもとへ歩み出すこと、それが彼女にとって生まれて初めての自由だったのです。背を向けたスセリ姫の歩みに神聖な風がそっと寄り添った。根の国の静けさの中、彼女の足音だけが未来へと続いていました。夜の帳が降りた根の国、スセリ姫と大国主は父のスサノオの許しを得てそっと国を後にしました。だがその背中には
父の悲しみと寂しさが重くのしかかっていました。途中、スサノオの声が遠くから響いた。我が心を清きことを示せ。その声は怒りではなく祈りのようでした。スセリ姫は胸に手を当て、父への愛と感謝と別れの思いを込めて進みました。彼女の中で父への愛と自分の人生が静かに重なっていくのでした。地上に出た時、スセリ姫は初めて太陽の眩しさと風の優しさを生まれて初めて知ったのです。草の香り、鳥のさえずり、大国主の笑顔、それはどれも根の国では得られなかったものでした。彼女はその一つ一つを胸に刻み、生きることの意味を感じ始めます。大国主と共に国づくりに関わり、民の幸せを願いながら新たな人生を歩んでいく。父のスサノオから受け継いだ強さとかけがえのない愛が彼女を強く支えていました。やがて彼女の名は地上の神々の中で慈しみの女神として語り継がれていくのです。ある晩のこと、スセリ姫は夢の中で父スサノオに出会いました。彼は静かに佇み、娘にこう語った。お前は美しく強くなったな。私はお前を手放したのではない。お前の未来を信じて送り出したのだ。その言葉にスセリ姫の目から涙が溢れ出ました。父はいつも不器用な愛で彼女を守ってくれていたのだと今になってようやく理解できました。そして彼女は心の中でそっと誓った。いつか父にも誇れるような人生を築こうと。目覚めた朝、空は澄み渡り、風は優しく頬を撫でた。彼女は微笑み、静かに空へ手を伸ばした。そこに確かな父のぬくもりを感じながら、スセリ姫と大国主の間にはやがて多くの子供たちが生まれ、国は立派に栄えていった。人々は彼女を敬い、愛と知恵の神として祀るようになります。だが彼女はいつまでも一人の娘であり、一人の妻であり、一人の母だった。父のスサノオから受け継いだ誇り、夫と交わした愛、そして超え託す未来、それらは彼女の中でつながり続け、神話を超えた命の物語として語り継がれていく。生きることは愛を信じ抜くこと、それがスセリ姫の答えでした。そしてその答えは時を超え、今を生きる私たちの胸にも静かに息づいているのです。スセリ姫の物語は古代神話の中にうずもれた一人の女性の決断の物語でした。理不尽で抑圧された環境に生まれ、恐れと愛の間で揺れながらも、彼女は自らの意志で歩き出すことを選びました。それは現代を生きる私たちにも通じるものです。時代は違えど、今も世の中は不安定で理不尽なことに満ちている。努力が報われないことも、誰にも理解されない痛みを抱える日もある。でも、そんな時こそ思い出してください。スセリ姫は恐れを超えて自分の人生を自分で選びました。それは小さな反抗ではなく、未来を信じる勇気でした。私たちもまた何かを信じ、何かを守り、誰かを愛しながら生きている。その一つ一つの思いが誰かの光になり、自分を強くしてくれるのです。大切なのは完璧であることじゃない。迷っても傷ついてもそれでも進もうとする姿勢です。あなたの中にもきっとスセリ姫のような強さと優しさがあります。そしてあなたの物語もまた誰かにとっての勇気になる日が来ます。さあ、顔を上げて歩き出しましょう。生きるという奇跡をもう一度信じて。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。スセリ姫の物語があなたの心に何か小さな火を灯せたのなら、ぜひコメントであなたの感じたことを聞かせてください。よろしければチャンネル登録をして次の物語の旅にもお付き合いください。よろしくお願いいたします。